以前の動画でこの2つの円周率の公式について解説したが、今回はこれらの公式のうちどちらの方が計算効率が良いのかという問題について考えるのだ。また、あまたあるアークタンジェント型の円周率公式のうちどの公式が計算効率が良いのか、計算効率を良くする方法はあるのかということについても考えていくのだ。このような問題に答えるためにアークタンジェント型の公式に対してその良さをある基準で数値化し、それを比較するという方法を考えたのが1938年に発表されたレーマーによるこの論文なのだ。この論文ではアークタンジェント型の公式の計算効率の良さの指標を与え、それだけでなく計算効率を良くするためのアークタンジェント型の公式の変形方法も考案しているのだ。1938年って結構最近なのね。これまで出てきたのは数百年以上昔の人ばかりだったから、カラー写真なのは新鮮ね。ちなみに最初のアークタンジェント型の公式であるマチンの公式が発見されたのは1705年なので、それから200年以上後の論文と思うとかなりの時が経っているが、それはレーマーのアイディアが数学的に難しいからというわけではないのだ。数学の技術的な面からすればもっと早くに考えられていてもおかしくはないのだ。後で詳しく説明するが、レーマーのアイディアは計算機を使うことを前提にしており、計算機の発展が背景にあるのではないかと推測できるのだ。ということでこの動画ではレーマーの論文を参考にアークタンジェント型の公式の良さの指標とそれを改良するための変形方法について説明するのだ。ただし少しだけ前提知識が必要なので、最初にアークタンジェント型の公式について簡単におさらいするのだ。内容は前々回に出したマチンの公式の動画の一部を簡単にまとめたものなのだ。細かい計算を一部省略しているので、もし詳細を知りたい場合はマチンの公式の動画を見てほしいのだ。それではまずアークタンジェント型の公式についておさらいするのだ。マチンの公式と呼ばれるこの式を例に話していくのだ。まずここのアークタンジェントというのはタンジェントの略関数なのだ。このような直角三角形があった時、この辺の傾きがタンジェントアルファなので、底辺の長さが1ならば高さがタンジェントアルファになるのだ。よって逆に高さが b の時のここの角度がアークタンジェント b なのだ。上の式のアークタンジェント5分の1の4倍は下の図の高さを5分の1とした三角形をこのように4つ積み上げた時のここの角度なのだ。これから底辺位置高さ239分の1の直角三角形の角度を引くと4分の π になるというのが上の式の意味なのだ。細すぎて線にしか見えないけど、赤いのがその直角三角形なのね。この式が正しいことはアークタンジェントの加法定理から示されるのだ。アークタンジェントの加法定理はタンジェントの加法定理を書き換えたもので、アークタンジェント A をアルファ、アークタンジェント B をベータと置いて適当に整理すると得られるのだ。この式を使えば、例えば2アークタンジェント5分の1は A と B に5分の1を代入してこのように計算されるのだ。同様にして4アークタンジェント5分の1も計算でき、引き算はマイナスアークタンジェント B がアークタンジェントマイナス B であることを用いて、上の式の B をマイナス B に置き換えればよいのだ。そうして一番上の式の右辺を計算するとアークタンジェント1になるが、このような三角形を書けばアークタンジェント1が4分の π であることがわかり、マチンの公式が示されるのだ。ちなみに全てのアークタンジェント型の公式は原理的にはこの加法定理を用いて証明することができるのだ。この式を使って1個ずつ計算していけばいいのね。計算は大変かもしれないけれど、次は後で使うことになるアークタンジェントの微分について話しておくのだ。まずタンジェントの微分は1たすタンジェント2乗なのだ。一般にはコサイン2乗分の1の方が馴染みがあるが、タンジェントをサインとコサインで表せば簡単な計算で等しいことがわかるのだ。
x をタンジェントθと置けば θ イコールアークタンジェント x なので、アークタンジェント x の微分は逆関数の微分の公式からこのようになり、タンジェントの微分を計算してこのようになるのだ。これでタンジェントとアークタンジェントの微分が求められたのだ。アークタンジェントの微分の式の両辺を積分するとこのようになるが、アークタンジェント0は0なので c は0であり、アークタンジェントを有理式の積分で表すことができるのだ。この積分をもう少し変形すると、アークタンジェント型の公式を用いた円周率の計算方法がわかるので、最後にそれを説明するのだ。スペースを確保して1たす t に乗分の1を変形するためにこれを計算すると、最低時の項と最高時の項以外が相殺されてこのようになり、両辺を1たす t に乗で割って整理するとこのようになるのだ。この結果を上の積分に代入するとこのようになり、後ろの項は x が1以下なら m を大きくすると0に近づくので、前の項を計算することでアークタンジェントの値を近似的に求めることができるのだ。後ろの項が0に近づくことについてはこの不等式を用いて分母の1たす t に乗を置き換え積分を計算することでこのような不等式が得られるので、 x が1以下ならこれは0に収束するのだ。さらにこの部分は x が小さければ1に近く、例えば x が5分の1の時は約 0.96 になるのだ。右辺と左辺のこの部分は同じなので、真ん中の積分はこの部分でよく近似されると考えていいのだ。以上でアークタンジェント型の公式のおさらいは終わりなのだ。次はアークタンジェント型の公式の良さの指標について説明するのだ。まずレーマーはアークタンジェント型の公式の一般形をこのように与えているのだ。ただし k は正の整数、 ci は0以外の整数、 ai と bi は正の整数とし ai は bi より小さいとするのだ。ということは bi 分の ai は正の値で1より小さいのね。例えばマチンの公式は k が 1、c1 が 4、c2 がマイナス1、a1 と a2 が1で b1 が5、b2 が239なのだ。ちなみにここの4分の1は右辺の ci に吸収することもできるが、歴史的な経緯からこう表しているだけで数学的な意味は特にないのだ。アークタンジェント型の公式の一般形に対してレーマーはこのような値を考え、これを公式の良さの指標と考えたのだ。この部分は逆数になっていることに注意するのだ。レーマーはこれをメジャーと呼んでいて、この動画では適切な訳かわからないがレーマー指標と呼ぶことにするのだ。これがどのような意味で公式の良さの指標になっているのか、これから説明していくのだ。まずは一つのアークタンジェントについて考えていくのだ。計算しやすいように bi 分の ai を x 分の1と置いて、アークタンジェントをこの級数の k イコール m までの和で近似計算した時の誤差をこのように emx と置くのだ。 emx はさっき示したようにおおむねこの値と一致するのだ。アークタンジェントを誤差10のマイナス n 乗以下で求めたい場合は係数 ci を考慮してこの式を満たすように m を取ればよく、両辺の乗用対数を取って符号を変えるとこのようになるのだ。この式の意味を考えるとこの値が計算精度の桁数と大体一致すると思ってよいのだ。またこの値は上の式からおおむねこの値と一致し、これをさらに m で割って m の無限大への極限を考えるとこの部分は0になるので極限の値はこのようになるのだ。ちなみに極限を取る前はほぼイコールで取った後はイコールになっているが、これは間違いではなく EM を下から評価すればきちんとイコールになることがわかるのだ。さてこの極限値の意味を考えるとこの部分は計算精度の桁数でそれを m で割っているので、これは1個を計算した時の精度の桁数の上昇分の極限と思うことができるのだ。ということはその逆数を取ったこの値は
精度を1桁上げるために計算が必要な項数と思うことができるのだ。 x を a1 と b1 で表すとこのようになり、これの2倍がレーマー指標の i=1 の項に一致するのだ。次に n 個の和を取った一般の場合を考えると、誤差が10のマイナス n 乗以下になるには、それぞれの項がこの不等式を満たせばよく、両辺の対数を取るとこのようになるのだ。この部分は mi に関する極限で0になるので無視すると、さっきと同じ議論でこの値が1項あたりの精度の桁数の上昇分、この値が精度を1桁上げるのに計算が必要な項数であることがわかるのだ。よって全体としては精度を1桁上げるために計算が必要な項数はそれぞれの和を取ったこの値で、これを2倍した値がレーマー指標になるのだ。ということは、レーマー指標が小さいほど少ない項数で精度よく計算できるのね。レーマー指標を実際に計算してみると、マチンの公式の場合はレーマー指標はこの値になり、計算すると約 1.851 になるのだ。オイラーの公式の場合は約 1.887 になるのだ。よってレーマー指標で比較すると、マチンの公式の方が良い公式であることがわかるのだ。次にレーマー指標が実際に計算精度と計算項数の関係を表していることを確認するのだ。前々回の動画でマチンの公式を使って100桁求めるのに、前の項が71項、後ろの項が20項、合計91項計算する必要があることを紹介したのだ。レーマー指標は精度1桁あたりに必要な項数の2倍だったので、これを2で割って100倍すると 92.55 となり、ほぼ一致するのだ。極限を取っているので少しズレがあるものの、概算するには便利なのだ。また前回の動画でオイラーはオイラー変換と呼ばれる変換を施して円周率を計算したことを紹介したが、この場合についても考えてみるのだ。さっきと同様に考えると、1桁精度を上げるのに必要な項数はここの逆数の対数の逆数になるので、これを整理して x に7分の1と79分の3を入れて足したものが精度1桁あたりの項数になるのだ。これを2倍するとこのようになり、元のオイラーの公式よりは良くなっているものの、マチンの公式よりは良くないのだ。オイラー変換は手計算を楽にするという目的では大きな意味があったが、計算機で計算する場合は計算コストはアークタンジェントの中身の値にほとんど依存しないので、その観点ではそれほど効果がないと考えられるのだ。これでレーマー指標の意味が分かったので、最後にレーマー指標を減少させる方法について解説するのだ。まずは全ての係数が1であるようなアークタンジェントの変換について考えてみるのだ。これは例えばこのようなアークタンジェントの等式を用いてマチンの公式の5分の1の項を置き換えるというような変換を意味するのだ。さっきと同様にこの部分を x、y、z に置き換えておいて、レーマーの論文では x が3以上の時、この不等式が成り立つことが示されているのだ。この不等式では自然対数を用いているが、対数の定の違いは定数倍の違いしかないので、この不等式はレーマー指標が増加することと同値なのだ。 x が3以上の時ってマチンの公式は5とに139だから、この変換ではどうやっても悪くなってしまうわ。そうなのだ。ほとんどの場合このような変換は収束を悪くするのだ。それではこの主張を証明するのだ。まず z を x と y で表すためにこれを計算すると、アークタンジェントの加法定理からこのようになり、整理してこのようになるのだ。これがアークタンジェント z 分の1に等しいので、 z 分の1がこれに一致し、逆数を取ってこのようになるのだ。次に y を x 足す t と置くのだ。この時もし x が y 以上であるとすると、両辺の対数を取ってこの不等式が成り立ち、逆数を取れば上の不等式が成り立つので、x が y より小さい場合、
つまり t が0より大きい場合だけ考えればいいのだ。ここでログ y を x でくくってこのように変形し、ログ z もさっき求めた式に y=x たす t を代入して x でくくってこのようにしておくのだ。求めたい不等式はログ y 分の1たすログ z 分の1引くログ x 分の1が0より大きいことと同値だが、下の計算結果からこれはこのようになるのだ。ここで一般にこのような形のものを計算すると通分してこのようになり、こことこの部分がキャンセルするので計算するとこのようになるのだ。そして t にログ x を q にこれを r にこれを代入して計算するとこのようになるのだ。あとはこれが0より大きいことを示せば求めたい不等式が求まるのだ。アークタンジェント型の公式の定義から x、y、z は1より大きいので分母の値は正であり、分子の値が0より大きいことを示せばよいのだ。ここで数関数のテイラー展開から s が0より大きい時にこのような不等式が成り立つので、両辺の対数を取ってこの不等式が成り立つのだ。これを赤枠の式の後ろの項に適用するとこの部分をかけてこのようになり、整理するとこのようになるのだ。あとはこの部分が0より大きいことを示せばよいのだ。これを fx と置いて微分を計算すると、最初の項はログ x の微分が x 分の1であることに注意してこのようになり、2項目は0、3項目は x の3乗分の2になるので x が1以上の時常に0以上になるのだ。グラフを書くと x が3よりちょっと小さい値で0になり、微分が常に正であることからそれ以降は単調増加なので x が3以上の時 fx は0より大きいのだ。これで一番上の主張が正しいことが分かり、係数が全て1の変換はレーマー指標を増やすことが分かったのだ。ところでここって足し算じゃないとダメなの？そこが引き算だとレーマー指標は常に増えてしまうのだ。実際このような変換を考えると、アークタンジェント y 分の1を求めるために z の項を移項して計算するとこのようになるので y はこのように x と z で表されるのだ。ここで x2 乗の項を余分に増やし、この部分を x でくくると x たす z で約分でき、後ろの項は負の値なので y が x より小さいことがわかるのだ。対数を取って逆数を取るとこのような不等式が得られ、これは上の不等式よりも強いのでレーマー指標は大きくなってしまうのだ。これで係数が全て1の変換は計算効率を落としてしまうことが分かったのだ。では減らす方法はというと、レーマーの論文ではレーマー指標を減らす方法もきちんと考えているので、次はそれを紹介するのだ。まずはこのような変形を考えるのだ。これはこのような底辺位置高さ x 分の1の直角三角形を考えたとき、ここの角度がアークタンジェント x 分の1で x 分の1の中点を取ってこのような線を結んだ時のここの角度がアークタンジェントに x 分の1なのだ。よってこの三角形をもう1個重ねてこの少しはみ出た部分が残りの項なのだ。このような変形で x が6以下ならばレーマー指標が減少することをレーマーは示したのだ。 x が6以下ってかなり限定的ね。オイラーの公式だったらどっちの項にも使えないわ。それはそうなのだが、少し工夫して高さの中点ではなく3等分点を取るように変えるとこのような変形が出来上がり、これは x が14以下ならレーマー指標が減少するのだ。さらに4等分すると x が26以下なら n 等分すると x が n の2乗以下ならレーマー指標が減少することも示されているのだ。だから x がどんなに大きくても n の2乗が x を超えるように n を選べばレーマー指標を減少させることができるのだ。ということで n 等分の変形でレーマー指標が減少することを示すのだ。まずは
UNX の大きさを知る必要があるので、それを調べるのだ。まず UNX が0より大きいことはあまり自明ではないが、証明のための計算が面倒なので、この動画では認めることにするのだ。次に UNX の上からの評価を与えるのだ。アークタンジェントのテイラー展開を考え、このように2つずつペアにしていくと、 X が1より大きければ全てのペアは0より小さいので、この不等式が成り立つのだ。次にこのようにペアにしていくと、全てのペアは0より大きいので、この不等式が成り立つのだ。これをアークタンジェントの UNX について整理したこの式に適用すると、最初の項にはこっち側の不等式を適用してこのように、後ろの項にはこっち側の不等式を適用してこのようになるのだ。整理すると x 分の1が消えて 3x3 乗分の1だけが残り、両辺のタンジェントを取ってこのような不等式が成り立つのだ。これで UNX を上から評価できたが、タンジェントのままだと扱いにくいので、もう少し変形するのだ。タンジェントの微分は1たすタンジェント2乗だったので、両辺を積分してこれが成り立つのだ。θ に 3x3 乗分の1を代入してこのようになるが、 x が1より大きいので 3x3 乗分の1は3分の1より小さく、円周率が2より大きいことを認めれば4分の π より小さいので、両辺タンジェントを取ってこの不等式が成り立つのだ。タンジェントは単調増加なので、積分区間内でも常に1より小さく、したがってこの不等式が成り立つのだ。そして計算するとこのようになるのだ。これで UNX を上から評価できたのだ。次にレーマー指標について考えるが、レーマー指標が減るかどうかはこの値が0より小さいかどうかを確認すればよいのだ。最初の項はログ n とログ x に分けて、次の項は無理やりログ x の項をひねり出して、最後の項はそのままにしておくのだ。ここでさっき使ったこの式を使って計算をするとこのようになり、この項を展開してこのようになるのだ。これが0より小さいことを示したいが、分母は n も x も1以上なので、ログ n とログ x は正で、真ん中の項はさっき示した通り UNX は1より小さいので、真ん中の項も正になり、したがって分子が0より小さいことを示せばよいのだ。分子を計算すると UN に関する不等式からこのようになり、 x3 乗分の1を分離させるとマイナス3ログ x になるので、整理してこのようになるのだ。あとはこれが0より小さいことを示せばよいのだ。これを計算すると、まず素直に展開してログ3分の2は符号が分かりやすいようにこのようにしておくのだ。次にログ x でくくってこの部分を変形するとこのようになるのだ。するとこの部分は x が n の2乗以下なら負になり、 x は1以上なので x がこの範囲にあるとき、これは0以下になるのだ。これで上の主張が示されたのだ。実際にこの変形を使って計算しようと思うと UN の具体的な形を知らなければいけないが、それはこのような形で与えられるのだ。うわ、かなり複雑ね。とは言ってもこの部分は共通していて、分母と分子の違いは径の取る範囲が偶数か奇数かの違いと、その影響でこの部分がちょっと違っているのと、分母にだけこの項がついていることだけなのだ。ちなみにこの項の係数は n の n 乗なので、 n が大きくなると爆発的に大きくなるのだ。この式の証明は省略するが、タンジェントの n 倍角の公式を使って頑張って計算すれば得られるのだ。気になる人は概要欄の補足記事を見てほしいのだ。それでは実際に計算してレーマー指標が減少するか確認するのだ。オイラーの公式の7分の1の項に適用すると n イコール2の場合は x が n の2乗より大きいので、レーマー指標は増加してしまうのだ。 n イコール3の場合は条件を満たすので減少し、 n をさらに大きくすればより減少するのだ。ちなみに n イコール10の時はこのようになり、
n イコール100だと多分ここに収まりきらないくらい桁が大きくなるのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。内容の補足と計算に使ったサンプルプログラムを公開しているので、気になる人は概要欄から見てほしいのだ。動画が少しでも面白かったと感じた人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。